今回はキーコンフィグの作り方を説明しようと思うわ。キーコンフィグってなんだ？キーコンフィグというのは、操作に割り当てるキーを変えることね。例えば、このゲームでミサイルを発射するときは、Z キーを押すけど、それをスペースキーや A キーなどに変える機能ね。今回は、わかりやすいように、できるだけシンプルに作るわ。そのためにキーの読み書きとキーの変更のみ作っていくわ。まずは、キーコンフィグに必要な機能を書き出してみるわ。どのキーに割り当てたかをファイルに出力して保存する必要があるわ。今回は JSON ファイル形式で保存するわ。JSON ファイルを出力するということは、読み取りをする必要があるわ。今回は、変更を加えるところにカーソルを移動させて、変更したいキーを押すという形にするわ。そのためには、変更するときに何のキーを押したかの判定が必要ね。そしてキーの割り当ての変更が反映される必要があるわ。大きく分けてこの3つを作れば完成だな。ではまずは、データの読み書きをするプログラムを書いていくわ。JSON ファイルを出力するには、シリアライズする必要があります。このような変数を入れたクラスを作り、シリアライズのアトリビュートをつけます。それぞれの変数の数値は何なんだ？これは ASCII コードの番号ね。Z キーは122番のようにキーと番号が結びつけられているわ。この番号を変えることで使用するキーを変えることができるわ。次にこれを書き出すプログラムを作るわ。キーコンフィグライトという名前でスクリプトを作成して、さっきのデータを入れる変数を作り、それを JSON ユーティリティで JSON 形式に変換、ストリームライトで書き出す、という流れね。パスの文字列を変えることで出力先のフォルダーを変えることができるわ。ファイルの読み書きをするので、システム、IO を忘れずにつけてください。さっきのキーのデータは今回は、ここに入れておきます。書き出しができたら次は読み込みだな。読み込みはこういうプログラムでできるわ。ストリームリーダーを使って読み込んで、JSON ユーティリティでキーのデータに変換しているわ。このままでは初めて動かした時にキーの割り当てがされていないので、スタート関数でキーのデータを保存したファイルが存在するかをチェックするようにするわ。ファイルが存在しない場合は、新しく作って、すでに存在する場合は、そのファイルの読み取りをするわ。これで基本的なファイルの読み書きが行えるわ。とりあえずカメラにスクリプトをつけて、実行してみるわ。画面上は変化がないけど、ちゃんとデータが作られているわ。プログラムの長さを短くするために4つのみキーを保存するわ。次はキーの値の変更ができるようにするんだな。そうね。今回は矢印で変更したいものを選んで、任意のキーを押すことでそのキーに変更する形にするわ。まずはもう1個スクリプトを作って、そこにキーのデータを出力するプログラムの型、入力されたキーを表示するテキストを4つ、どのキーを変更するかを変える変数を書きます。そしてこれが押したキーを判定するプログラム。フォアアーチを使って順番にコードにキーを代入していって、押されたキーとの比較を行うわ。そして押されたキーと同じものが見つかったら、選択されている機能のキーを変更する。このキーチェンジ関数は、ここに入れておきます。次に変更する機能を選択するプログラムを作るわ。上から順番に0、1、2、3が割り当てられているな。それを上下矢印キーで切り替えれるようにするわ。これから各プログラムは、アップデート関数内のものよ。下キーを押したら一つ下に移動する。上キーを押したら一つ上に移動する。そしてキーを押したらキーチェンジ関数を呼ぶ。プログラムを書いていくわ。何らかのキーが押されたら、押されたキーが読み込みや保存、除外する対象のものを、振り分けていくわ。どれにも当てはまらない入力のみ、キーチェンジ関数へ進むようになるわね。今回は、矢印キーを除外するようになっているな。矢印キーを除外しないとカーソル移動と同時に、矢印キーが登録されてしまうからね。そして最後に、変更したキーを画面上で見られるように、テキストに反映していきます。UI を使うので一番上の行に、Using Unity Engine UI を忘れずに追加してください。これでプログラムは完成ね。最後に UI を並べていくわ。キーコンフィグスクリプトをカメラに取り付けるわ。今回は、カメラに取り付けるけど、この動画で作られたスクリプトは、どこにつけても大丈夫よ。キーコンフィグで指定されたスクリプトや、テキストをここにアタッチしていくんだな。次に表示するためのテキストを作っていくわ。まずはキャンバスを作成して、テクストメッシュプロ、ではなく普通のテキストを使います。
上から0つ目を選択中と書いておくわ。大きさや位置を調節して。次のテキストには A キーと書くわ。これを4つ作ります。そしたらカメラに戻って、テキストをアタッチしていくわ。テキストの名前がわかりにくいと思うぞ。まあ大丈夫でしょ。後から見たらわかりにくいから変えよう。こんな感じにリネームしました。アタッチしたらこんな感じ。それでは実際に動かしていくわ。押したキーが反映されているわね。そして上下矢印キーで選択するものを変更。エスケープキーで保存が実行されるわ。再度実行すると保存されたものが表示されるわ。では保存されたキーを実際に使ってみよう。テクストディスプレイという名前でスクリプトを作り、このようなプログラムを書くわ。キーのデータが保存されているスクリプトを読み取り、キーの番号をキーコード型にキャストすることで、簡単に使えるようになるわ。これもカメラにアタッチして、キーコンフィグライトがついている、オブジェクトをアタッチしておくわ。押したキーに応じて文章が表示されるな。これでキーコンフィグの作成は以上です。今回作成したものを Unity パッケージ形式で配布するわ。配布 URL は概要欄にあります。キーコンフィグを作ることでいろんな人が遊びやすくなるな。そうね、でも簡単な解説が少ない印象だったわ。だから作り方を動画にしたわ。今回は、インプットシステムを使わずに作成しました。最近はそっちが主流のようなので、これは個人開発での使用に留めた方がいいかもしれないわね。では、またね。